はい、こんにちは、証言員です。今日もまたプロレスに関する思い出話をしてみたいと思います。自分の世代、またはそれより上のその日本人男性の多くにとって、やっぱアントニオ猪木というのはすごい大きな存在だったんじゃないかなと思います。猪木さん他界されて今日でちょうど1年経ちました。自分はですね、日本は広島県の山奥で生まれ育って、16歳で渡米するまでその田舎町に住んでました。プロレスをテレビではすごい見てたんですけど、親が興味なかったもんで、仮に近くの町にプロレスの興行が来ても、行けるっていう感覚がなかったんですね。なので、日本に住んでた頃は、一度もプロレスを生で見たことがありませんでした。自分のプロレス生観戦というのは、すべて16歳の時に渡米してからの話なんです。今でこそ、プロレスに関するウェブサイトをいくつかやってて、その中の一つは、毎日1800ぐらい、多い時では3000ぐらいのアクセスがある人気サイトになってるんですけれども、そんな自分ではあるんですが、恥ずかしながら日本で新日本プロレスの興行っていうのは一回も行ったことないんですね。これは1994年の夏の話です。テキサスで大学生だった頃のことです。マイクロソフトが Windows 95をリリースする前の年なんで、まだインターネットというものが世間一般に普及される前の話です。ですが自分はコンピューターサイエンスを専攻にしていたので、大学からすでにインターネット用のアカウントをもらっていました。でもその頃ってアパートからモデムを使って電話回線を通してインターネットにアクセスするというようなもんで、今のように簡単に動画が見れるとか、そういう時代ではありませんでした。インターネットを使うというのはどういうことかというと、ほとんどが文字ベースだったんですね。ウェブサイトというもの自体もそんなにたくさんはありませんでした。もしかしたらマイクロソフト自体ウェブサイトをまだ立ち上げたばっかりか、まだなかったか、そんな感じだったと思います。なのでウェブサイト上でチャットはおろか、掲示板のようなものさえなかったんですね。だから、ウェブサイトというと、ところどころに画像が貼ってある文字ベースのものが中心でした。例えば、当時は NTT がですね、海外の人たち向けに英語で日本国内の旅行ガイドみたいな、もうすごい簡単なサイトですよ。そういうのをやってたんですけど、その中にラーメンの写真があって、それを見て大学の日本人の友達に、おい、すげえ NTT のウェブサイトって日本紹介しとるページの中でラーメンの写真があるで、みたいな、それぐらいの程度だったんですね。ですが、文字ベースでインターネットの、これ汎用的って言っていいのかな、ニュースグループというものがあって、それが今でいう掲示板みたいなものですね。そういうのを自分は使ってました。それに加えて、コンピュサーブとかプロディジーといったインターネットとは別のパソコン通信というのもあって、そういうところで自分は結構頻繁に多くの英語圏のプロレスファンの人たちと連絡を取り合っていました。ニュースグループというのはかなりいろんなグループに分かれてて、英語のプロレスのグループもありました。その中には私ともう一人の日本人で、同じテキサス州の中でも車で多分3時間ぐらい離れてるのかな、州都のオースティンというところにあるテキサス大学で博士号課程にいらした河合さんという方も頻繁に投稿してらっしゃいました。我々二人は英語圏のプロレスファンの人たちに対して、いかに日本のプロレスがすごいかというのを広めながら、そういう中で、ローマ字でのプロレスという言葉の普及に励んでました。そんな時ですね、アントニオ猪木が超久々にアメリカで試合をするという情報が入ってきました。当時も今も世界最大のプロレス団体というと WWE ですけれども、その頃はまだ WWF って呼んでましたけれども、当時アメリカでは2番目に大きい団体だった WCW がペーパービューではなく普通のケーブル局での特別番組で猪木が参戦するということを発表したんですね。で、その時はおそらくこれが猪木アメリカでの最後の試合って言われてました。場所はアイオワ州のシーダーラピッツというところです。自分が住んでたとこから車で10時間ぐらい離れてるということだったんですけれども、日本にいらっしゃる方々からすると、それは遠すぎるだろうと思うかもしれませんが、アメリカはですね、特に南部とか中西部になると、7、8時間車っても普通というほどではないんですけども、その珍しくないんですね。自分が住んでたテキサスから、例えばテネシー州のメンフィスに行くときも、思い切って飛ばせばね、6時間ぐらいで行けるんでしょうけど、初めて行ったときは8時間近くかかりました。同じような感じで、テキサスのすぐ隣のルイジアナ州にあるニューオーリンズですね。そこに行った時も8時間ぐらいで行けるところは初めての時は10時間ぐらいかかって行ったんです。でも両方の街にね、何度も行って、音楽聴きながらうまいもん食って酒飲んでっていうことをやってました。なので、猪木の試合を見に行くのにね、アイオワまで10時間っていうのはもうへじゃ、みたいな感じだったんです。プラス8月の後半でまだ秋の楽器が始まってなかったんで時間もありました。その上シーダーラピッツの近くにあるアイオワシティのアイオワ大学には友人が住んでたんで、泊まらせてくれるということだったんで、環境は整っていました。もちろん河合さんも誘いました。当時彼は大の猪木信者だったんですね。で、まずオースティンから車で3、4時間かけて河合さんがうちのアパート来て、
その時泊まったのかなちょっと覚えてないんですけど。で、そこから二人で途中変わってもらったかもしれないけど、大体私が運転して10時間かけてアイオワの友人宅まで向かいました。で、着いた翌日が試合だったんですけれども、もちろん河合さんと自分はすでに切符を持ってたんですけれども、アイオワの友人も土壇場になって興味を示して、説得して、急遽もう一枚購入しました。一人っちゅうのもあってかね、その結果、あいつの方がうちら二人よりもいい席だったような感じがします。当時は WCW が WWF に対して本格的に対抗し始めてた頃なんで、選手の顔ぶれもすごかったんです。ハルク・ホーガン、リック・フレア、ダスティ・ローです。そしてこの間ね、動画でもお話ししたテリー・ファンク。リッキー・スティーンボート、そして後に WWE でプロレスファンじゃない人たちにも知られるような存在になるスティーブ・オースティンとか、すんごい今思うと豪華なメンツだったんですけれども、にもかかわらず、というか当然のことながら、猪木の試合しか覚えてないんですね。イギリス人のロード・スティーブン・リーガルっていう人と試合しました。後に WWE でウィリアム・リーガルという名前で活躍する人ですけど、なかなかのテクニシャンで、短い試合ではありましたけれども、すごい自分は楽しむことができました。短くてもね、人生初の生猪木、楽しくないわけがないんですよ。ほんと生で見れるだけでええわって感じでした。その晩は、というか前の晩もそうだったと思うんですけど、その友人のアパートで3人で飲みまくって、テキーラ1本割らしてっていう感じでした。牛タン1枚丸ごてみんなでさばいて食ったような記憶もあります。で、翌朝、河合さんと再び10時間ぐらいかけてテキサスに戻るわけです。実際にはね、その2年後ロサンゼルスで猪木自ら開催した平和の祭典といういろんな団体を集めたプロレスの興行があったんですけれども、ろくにね、テレビの宣伝もなく、ファンでないとそれが開催されたのかどうかもうわかんなかったような試合でした。すごいこれも豪華なメンバーだったそうですけどね。実際にはそれが猪木最後のアメリカの試合になったんですけれども、シングルマッチ、それもテレビ中継という意味では自分が行ったアイオワの試合が最後でした。ちょうど1年後ぐらいですね、95年の8月には自分はテキサスを出てニューヨーク州に引っ越してきます。その頃はまだここから2時間ぐらい北にある町に住んでたんですけれども、もうね、このウエストチェスターという地区、およびニューヨークシティに時々来るようになってました。そんな中で、当時ここにできたばっかりの日本語のクリスチャンの教会に通い始めるわけですけれども、それで友達も少しずつできてきました。間もなくニューヨークシティの郊外に引っ越してきて結婚するんですけれども、ある時ってまだそれでも20年以上前の話ですよ。ここの近所に、日本でもそこそこ有名なスカースデールという町があります。そこで教会の友人の加藤さんという人が経営していた日本食のデリ、弁当屋というかね、食堂みたいなのがあって、そこでしょっちゅうラーメン食いに行ってたんです。その店はですね、もともとニュージャージー州のね、フォートリーという町に本店を持つパリジャンというベーカリー傘下だったんですね。その後、加藤さんは独立したんだけど、それでもそのパリジャンの製品は取り扱ってました。その頃ね、パリジャンの社長の佐野さんという方を紹介していただいて、そのスカーステルのお店で2回ほどあったのかな。その佐野さんは2008年の夏亡くなられました。結局会ったのって3回ぐらいだったのかな。で、こっからは佐野さんと会った3回目の時の話です。ある日いつものようにね、ラーメン食いに行ってると、加藤さんから1枚の名刺を渡されました。佐野さんが私が大ファンだというのを聞いて、その人の名刺をわざわざ1枚余分にもらって、加藤さん経由で私にくれたそうなんですね。それを見るとアントニオ猪木って書いてあるじゃないですか。アントニオ猪木という人は、プロレスファンじゃない人たちにとっては、プロレスと政治の印象が強いと思うんですけれども、実はいろんな事業に手を出していた人です。その中の一つで、豆腐でパンを作るというのをやってました。豆腐でパンを作るというよりも、豆腐を混ぜた食パンを作るというのをやってました。日本でそれの量産が難しかったのか、実際の理由はどうか知らないんですけど、猪木サイドから佐野さんの方にパリジャンでこの豆腐パンを売ってほしいという話があったそうなんですね。で、佐野さんと猪木サイドの人たちが会うようになったという中で名刺をもらったそうです。で、それまで2回しか会ったことない佐野さんがそういう風に自分に対して気を使ってくださったというのはすごい嬉しかったんですけど、実際に名刺をいただいて数日間経つと、なんか本人に会ってねえのに名刺だけもらっててもなとかね、そういう贅沢なことを考えるようになったんです。それから確か2、3ヶ月経ってからだと思うんですけれども、加藤さんがですね、佐野さんが猪木に実際に会わせてくれるって言ってたよ、つってね。パリジャンの本店はマンハッタンからジョージ・ワシントン橋を渡ってニュージャージーに入ったところにあるフォートリーという町にあったんですけど、何月何日だったか正確なことは覚えてないんですけどね。その言われた日は土曜日だったんです。で、ちょうどその日ね、何人かの教会の友達とロングアイランドのジョーンズビーチというところに行く予定にしてたんです。当時の我が家からはパリジャンの本店があるフォートリーには車で南西にだいたい40分。
で、我が家からロングビーチに行こうと思うと全然違う方向で、車で南東に約1時間。で、フォートリーからジョーンズビーチまでは、途中ね、マンハッタンを通って、それがすごい面倒なんですけど、それでもまあ車で1時間ぐらいだったのかな。まあ、パリジェンの本店に行って、その後でジョーンズビーチで友達と合流するっていうのも不可能じゃなかったんですけど、どうもね、なんかね、土曜の朝だというのに、早起きして、フォートリーまで行って、佐野さんたちと会議してらっしゃるところにお邪魔して、形だけあったということにするっていうのがなんか納得いかなかったんです。なんかしっくりこなかったんですよね。自分にとってはそれだけ大きな存在だったっていうのもあるんですけど、それに仮にもしね、本当に縁があるんだったら、いつかまたじっくり会って話せるような機会も与えられるだろうと思って、行くのをやめることにしました。ですが当日ね、プロレスには全然興味ないのにミーハーなうちの嫁さんが自分のことを起こしてね、説得し始めるわけですよ。本人興味ないんですよ。だから自分も、ファンなのはわしじゃろうが、お前は興味ねえんじゃろうがっていう感じで返したんですけど、結構しつこかったんで、じゃあ途中からそっちが運転せえよっていうことで、まあ行くことにしました。当時の我々は日本人にしては珍しく、ちゃんとしたカメラって持ってなかったんですね。で、自分もしぶしぶ行ったんで、カメラもなければ、サインしてもらうための用紙も持っていきませんでした。パリジェンの本店って、まあベーカリーではあるんですけれども、テーブルがいくつも並んでて、カフェになってたんですね。佐野さんが実際にマンハッタンに、これ日本人だったら誰でも知ってる、カフェザイヤというのを開店するのは、確かそれより後だったんじゃないかなと思います。車もね、なんか、有料駐車場っていうのがあって、それもまためんどくせえなっていうのが頭の中あったんですけれども、まあとにかく車を止めて、ガラス張りのお店に近づくと、4人ぐらいの男性がテーブル囲んで、1人だけやたらでかいわけですよ、やっぱり。もう、外から見てもすんげえ目立ってましたね。で、我々夫婦が店に入ると、それに気づいた佐野さんが寄ってきてくださって、ほら、どうぞ挨拶してってくださいよ。ってな感じだったんです。で、まあ、佐野さんと、もう一人パリジェンの経営に関わってる人だったのかな。で、あと、猪木さん。で、猪木さんが連れてきた、実際に豆腐パンを開発してる関係の人だったと思うんですけれども、その4人で会議をしていらっしゃいました。まあ、せっかく紹介はしていただいたんですけれども、さすがに商談中なので、だらだらと喋りまくるわけにはいかずに、軽く挨拶だけ済まして、我々夫婦もそこで朝食をとることにしました。ポートリーってね、まるでコリアンタウンみたいにハングルの文字がすごい並んでる場所です。ですけど、日本人も多くって、会議中ではあったんですけど、そのガラス張りの店の外から手を振ったり頭を下げていく日本人の方々もいらして、そういう人たちに対しても猪木さんはちゃんと手を振ってあげてましたね。で、うちらが食べ終わった頃に、佐野さんや猪木さんたちも会議が終わったのか立ち上がって、その時やっぱりね、間近で見て、やっぱでかいと思いました。で、まあちょっと前に挨拶したばっかりということもあって、猪木さんの方も立ち上がってこっちの方を見てなんか痛そうな顔してらっしゃるんですけど、笑顔がなくてなんか声がかけにくいって感じだったんです。で、幼い頃からテレビで見ていたようなオーラは全くなく、正直その日はただの大男にしか見えませんでした。ただね、引退してしばらく経ってたのに、トレーニングは続けてらしたようで、体が大きい割には腰がすごい引き締まってたというのが印象的でした。とはいえね、なんか目が合っちゃったんで、とりあえずこっちもなんか、って感じでね、作して、立ち上がって話しかけに行きました。正直なんて声かけていいかわかんないんですよね。っていうのが、これ多くのプロレスファン、というか多くの猪木ファンにとってそうだろうけど、知りたいことってほとんど知ってるような気がするんですよ。それ以上のことは別に知らなくてもいいこと。これは、なんかアントニオ猪木に限らず、本当に誰かの大大大ファンっていう時って、多分そんな感じかなと思うんですよね。でもですね、この間テリーファンクの動画でも言ったんですけれども、うちら夫婦は結婚するちょっと前に、ドリーファンクジュニア夫妻とも食事をしたことがあったんです。で、まあ、それがあったんで、なんか話のネタにしたいなと思って、猪木さんに、実は我々、ドリーファンクジュニアさんご夫妻とも知り合いなんですよって言ったら、急に笑顔になっちゃってね。会話の内容あんまり覚えてないんですけど、ちょっとほんの数分だったと思うんですけれども、お話しすることができました。で、その後、ジョーンズビーチに向かうために、うちらは急いでさっさとその場を去ったんですけれども、一緒に写真も撮ってないし、サインももらってない。もちろん、闘魂ビンタもやってもらってない。まあ、お願いできるような状況じゃなかったですけどね、もちろん。でもなぜか全然後悔してないんですよね。それちょうど1年前、10月1日だったんですけど、こちらはまだ9月30日の金曜日でした。日本から友達が来てて、我々家族は外食をしていました。そのレストランにはテレビモニターがいくつもあって、その中の一つでちょうど自分からよく見えるところのモニターには、毎週金曜夜 WW がやってる生中継のスマックダウンという番組やってたんですけど、実際ね、そのね、アナウンサーたちがスマックダウンの中継の中で、猪木さんが他界したということを言ったらしいんです。で、それでまあ、
本人の写真が画面いっぱいに出てっていうシーンがあったそうなんですけど、自分は日本から来てた友達とベラベラ喋ってて全然知らずに、帰りの車の中でね、うちの音楽の相方からテキストが来て、その秘宝を知ったんですね。で、なんか、ポートリーでお会いした時のことを思い出して、半泣き状態でいろいろ車の中で一人で喋ってました。あの日、渋ってる自分に対して、ミーハー精神でしつこく説得しまくってくれた嫁さんにも感謝しました。どうせじっくり話できんの分かっとるし、なんかもう一回ぐらい会えるような気がしとったんよな。じゃけあの時はあんまり気が乗らんかったんよ。って言うと、嫁さんは、でもまあ、その一回っちゅうのが良かったんかもね。というふうに一言言ってくれて、なんか説得力があったんですね。家に帰ってから脱力感っていうやつですか。そんな中しばらくこのソファーに座ってボケっとしてました。そばにはね、せがれがいたんですけど、悲しかったからか、思わず口から、おい、ハグさせてくれ、って一言言ってしまいました。まあ、11歳ですわ。思春期になるちょっと前。そんな中でね、親父にハグさせろって言われたら、それは気持ち悪いですよ。そうかなと思ってね、涙が出そうなのをこらえて、なんでそんなこと言ったのか説明したら、素直に寄ってきてくれました。で、抱きしめながら自分はせがれに対して、子供の頃に自分のヒーローっていうのを見つけとけよ。ミュージシャンでも、俳優でも、スポーツ選手でも、イエス様でも、学校の先生でもいいから、というふうに言ったんですね。まあさすがに自分で、父ちゃんでもいいから、とは言えませんでしたけど、結局ね、生で試合を見たのも、実際にお会いしたのも、それぞれ1回ずつになっちゃいました。一緒に撮った写真もなければサインもない。本当の記憶の中にだけ残っている、まさに豆腐パンがもたらしてくれた唯一の対面でした。今ね、カリスマだとかね、レジェンドという言葉が日本でもすごい乱用されているような気がします。でもね、本当にそれらの言葉が当てはまる人間って、実はそんなにいないんじゃないかなと思うんですけれども、でもね、あれから1年経って、改めてアントニオ猪木というのはそういった言葉が当てはまる人物じゃないかと思います。あと数ヶ月で80歳になるところでした。そして去年は新日本プロレス旗揚げ50周年の年でもありました。デビュー記念日の翌日に他界されたんですね。そう思うとね、こんなこと言うとまた不謹慎って思われるかもしれないけど、いろんな意味でイズムってやつを感じるわけです。古舘一郎が言ったセリフでね、我々は猪木なしの時代を生きていかなきゃいけないっていうような、それっぽいことをね、以前言ったことありましたけど、未だにね、猪木ショックから抜けてない方々が多いとも聞きます。非常に残念なんですけれども、あれぐらいのね、大きな存在だったら、ご遺族の中でもいろんなことで揉めてるとも聞きます。まあ、しょうがないっちゃしょうがないのかもしれません。でもね、今は改めて、周りの方々、特にご遺族の心と、そして猪木さんご本人の魂の上に、神様の大きな癒しがあるように祈りたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。